それは田村清の言葉から動き出した。プロレス 50%、 格闘技 50% の肉体。そういう選手の育成ドキュメントを YouTube で配信してみませんか。昨年我々がノアの親会社という形を1年間させてもらっている中で、やはりノアの中に強さっていうのをよりこう強調したいっていう時に、いろいろ考えた中でその田村清っていうのが自分の中で、出てきて、アドバイザーというか、そういう形でご一緒いただけないか、いわゆるその選手のトレーニングを見るとかアドバイスするとか、そういうところをお願いできないかということでそもそも、一度去年大阪の大会、ノアの大会来てもらったんですけども、ご覧いただいて、そこから話が進んでいったという形になります。今年になって、ノアさんの方から私たちも離れて、でこれからどうしようかな、けどプロレスもいろいろ積み上げてきた中で、何かこう集大成というかリデッドエンターテインメントとしてやはり事業化していきたいなっていうふうに考えた時に、ちょうど田村エグゼクティブから、肉体改造計画みたいなことを主軸とし、でいつか大会でデビューさせましょうみたいな話からスタートしたんですね。新団体構想が動き出し、この4人が結束。田村清の UWF へのこだわり。僕自身のそのプロレスを見てファンだった頃の試合っていうのが、やっぱりアントニオ猪木さん、藤波辰巳さん、長州力、タイガーマスク、そして前田明さん、高田信彦さんとか、過激なプロレスだったんですね。単純に戦いを見せる試合で、そこから僕自身も UWF っていう格闘技プロレスに入って、プロレスの練習をした経験はあまりないんですね。例えばロープに飛んだ跳ねたとかないので、だから準プロは準プロですごくいいところはあると思います。その中でプロレスファンを注目、真剣に見つめてもらうような試合をしたいですね。っていうのは僕も23ぐらいかな、ちょっとクソ生意気の時になんかビール片手にお菓子片手にとかっていう感じで、僕は試合見られたくなかったんです。そういうんじゃなくて、もうしっかり見つめて試合を見てほしかったんで、だけどじゃあそういうふうにさせるには、じゃあこっちが何か発信しなきゃいけないっていう気持ちでやってたつもりだったので、僕の理想は、格闘プロレス、ザ UWF です。それを作り上げたいです。UWF っていう言葉自体を残したいですし、歴史にしていきたいんですよね。歴史ってやっぱ積み重ねていかないと歴史にならないので。世界のプロレスを知り尽くす野沢論外。もともとプロデュース、裏方の方も僕は好きだったので、作る方がどちらかというとリングで試合するよりも。でも話をいただいて、悩んで、せっかくのチャンスですよね。でやってみようと思ってリエットさんに入ったわけですよ。もともとデビュー当時は俺 UWF 好きだったんですよ。だからデビュー当時勝利にやってたっていうだけで俺レガースつけてましたからね。でやっぱデビュー当時は今リアルジャパンにいるスーパーライダーさんとかとちょっと亡くなられちゃったんですけど、木村浩一郎さんとかとバチバチやってましたからね。興味はあるんですけど、ただUWF っていうものは僕にとっては幻想がすごすぎて、あともう未知なる存在というかエリアなんですよ。だからもうそれをもうキャリア25年で今からそっちの国には行けないですよね。だから興味はあります。カズハヤシ
僕の中ではやはり基本的にはやっぱ戦いなので、はい、田村さんと話してても、相通じるところがすごいあってですね、はい、で自分に足りないものをさらにこう磨きをかけてくれるので、はい、自分が何ですかね、選手としてね、さらにまた上に行けるきっかけっていうのを作ってくれるような人だなと思っています。はい、ここ数年はいろいろ経験できないことっていうのもやらせてもらったりとか、僕がプロレスラーとしてどういうふうなものを道しるべとしてやっていくかっていうものの勉強にはすごいなって、はい、すごいいい経験はさせてもらってはいたとは思うんですね。やはり選手としてっていうのがおろそかになってたところが、はい、すごい感じてたんですよ。で、ここに来てそういうふうなものを自分で持った方がいいっていうふうに言ってくれてですね、じゃあもう本当にありがたいことでですね、なんか、47歳ですけども、はい、自分がどこまでこうできるかっていうような挑戦がしたいんですよね。進化したいんですよ。で、どこまでこの年齢になっていけるかっていうのを見せていきたいというか、僕がやりたいですし、そういうふうなところで今充実した練習であったりとか、そういうふうなとにかくマインドですね。やっぱり技術的なものっていうのも体力的なものっていうのもあるんですけど、一番は精神的なものが一番初めに来ると思ってて、その精神的な部分がもう今目指してるところがあるんでね、はい、そっちに今も向いてて、でそれがこう折れない限り肉体もどんどんついていくのを感じるんですよね。はい、だから今の状態だと、とてもなんかレスラーやってるなっていうような、はい、感じています。そしてプロレスの本道を知り尽くす長州力。もう俺はもうリングを降りてですね、そして新たに、社長の方から、主軸をね何人か集められて、その中に、野沢君、それとアメリカから帰ってきたそれと田村君ね、それが主軸になって、やっていくっていうものの中で、社長の方から何かアドバイス、アドバイスだって昭和の人間ですからね、僕はね、頑張ってやってきたけど、もう僕のアドバイスなんかは、でもこう今のこの時代、ファンが後押しをしているこの今プロレスの業界、今大変なんだけどコロナで、でもみんな頑張ってるし、その中でスタートしたいっていうのは、それはすごくいいことじゃないかと。業界にもいろんな意味で、いい意味でね、すごいまた刺激も与えていくだろうし、自分の経験を、ちょっと、話すアドバイスぐらいはできるんじゃないかなって気持ちよく引き受けて、別に言い訳をするわけじゃ全くないんだけど、20年近く経って、でも時代は全く流れて違う方向に、ファンの見方も全く違うし、それはその時代に、あったことであって、実際に、その時代で現場を仕切ってる時は全く不必要っていう、
ものの、僕自身の考えですよね。余計なものはいらないっていう、これはもうプロレスファンとしてプロレスファンに、提供するものだし、その中からどれだけこうプロレスを広げていくかっていう、広げていくかっていうのはそういう考えで僕はやってましたから、今は全く違うし、今はちゃんとなんか俺がこう見てる部分で感じるのはちゃんと分けてるなっていう、あとはファンがどう見て楽しむか、ファンのチョイスがもう第一前提ですよね。やることは同じなんだけど、まあそこのところはもう僕も彼らと何回か、ミーティングしたりしてるし、あまり口出さないようにしてるし、彼らが今思ってる、彼らが今感じてる、今のこの時代のプロレスをやろうとしてる部分では、どういう、形になるか、ある意味、すごく期待してるというか、どういうものができるのか出来上がるのかっていうのは本当に楽しみですよね。いよいよ動き出す新団体名はグレイト。新入団選手発表。伊藤孝則。ちっちゃい頃から空手をやってたんで、空手を生かしたものを使ってプロレスをやっていきたいと思ってました。やっぱ田村さんが関わるってことはそういう打撃だったりとか UWF 要素が教えていただいたりできるんだなと思って、自分としてはすごい興味があったんで、入るきっかけにはなりました。このデートさんに入った時に、初めに長州さんに初めてご挨拶をした時に言われた言葉がすごい自分の中に残っていて、プロレスラーになるんじゃないぞ、プロのレスラーになりなさいと言われて、その時すごい自分の中で来るものがあったっていうか、プロレスラー、その辺にいるプロレスラーじゃなくプロのレスラー、真のレスラーですよね。それはやっぱりお客さんに認めてもらわないと、自分がなりたいって言ってなれるもんじゃないと思うんで、その真のレスラー、プロのレスラーになれるようにどんどん頑張っていきたいと思います。渡辺相馬。レッスル1がなくなっちゃった時点でやっぱり変わりたいっていうのはありました。で、一番大きく変わる方法っていうのを自分の中で考えた時に、やっぱりマスクを取るっていうのが自分の中で変われる第一歩かなっていうのは思いました。プロレスラーである以上強さを求めなきゃいけないのかなっていうのは思いまして、やっぱり自分の中で格闘技経験っていうのが全くなくて、最初学院にレストランの総合学院に入ってプロレスラーになったんで、プロレス以外の格闘技経験が全くなかったんで、自分が強くなるためにも田村さんのところで練習したいなっていうのは思いました。林さんだったり今澤さん、長州さん、田村さんっていう全ての人から全てを吸収したプロレスラーになりたいなと思って、一つにとらわれずいろんなものを吸収してそれを組み合わせたものを自分のファイトスタイルにできたらなと思ってます。 2020-10.15 プロローググレートバージョン0後楽園ホール大会決定。何をやるんだでいいと思いますね。それで最初はそういう感じで来てもらって、でもやっぱりそこの中で、ある意味僕の世界観と野澤選手の世界観と林選手の世界観、長州力の世界観があると思うので、
何を見てもいいと思う。どういう試合で評価していただこうと全然自由だと思いますから、だから準プロが好きでも格闘技プロレスも好き、そういう見方でも全然いいと思います。すべては皆様が熱狂と浸水できるリングのために。グレイトバージョン0後楽園ホール大会チケットピア E プラスローソンチケット各プレイガイドにて8月22日チケット発売決定。